あなたはとても強い人だね。結構お相手さんの行動の細かいディテールまで管理したいという欲求、これはあなたの中にある不安やとても深い深いところにある人間不信といった強い陰性の原動力を持ってんの。それをね、お相手様に見透かされてるかな。うまくとらわれて、あなたの悪の部分っていうと言い過ぎかもしれないけど、悪性の原動力っていうのをうまく利用されたよっていうのが出てる。だけどお相手様の方が何枚も上手。常にあなたをね、渦中の中に放り込んでうまくコントロールした。この方なくしてあなたが存在できないようにしたんだよっていうのが見えるね。でもね、すごいなって思うのが、そんなあなたをね、追い詰めて壊したお相手さんにね、負けないっていう気持ちがあなたにあるってところかな。守るべきものがあるからだろうね。ちょっと怖いぐらい。ここの一番大きなね、トライアングルのジャッジメント、なんかね、竜神様ではないけど立ち上るようなパワーを感じるのね。ひょっとすればあなたの中にあるこのお相手さんに良くも悪くも触発された陰性のパワーがね、立ち上って竜のようにあなたに巻きついてるのが見える。あなたにとって大切な存在、守るべきものがそうさせているよってメッセージが来る。なんて言うんだろうな、世の中の裏と表、本当は表の人なの。だけど裏の世界にも長けた人にあなたがなっちゃう。裏の世界もあなたが抑えるっていうのが見えるかな。のめり込みすぎると本当にあなた自身がドラゴンになっちゃうね。あなたがね、竜化しちゃうと思う。出会った頃、あなたのその陰性の部分っていうのを見透かしていたお相手さんもあなたの成長ぶりに恐れをなしてる。あなたがね、編み上げたイデオロギーが竜になってね、このお相手さんの頭噛みちぎっちゃうよってメッセージが来るよ。内首獄門、ちょっとやりすぎだね、そこまでやったらあなたドラゴンになっちゃうよ、ちょっと立ち上りすぎかもしれない。ただすごく強いパワーを感じるよ。あなたが大切にしている存在っていうのを、常に感じることかな。この存在があなたを正しい道に引き戻してくれる。
恩敵である方とのね因縁っていうのをもう超えてしまってるんじゃないかな。あなたを壊した人なんだけど、その人をあなたが壊すこともできるよと。あなたにとても強い執着を抱いている。ただその執着をしっかりとアンダーコントロールすることができるよっていうメッセージが来る。生き量とか生き念っていうそのあなたが飛ばす怨念っていうのがね、疑似的なんだけど神格化されて竜のようになってるよと。本当の竜神様ではないってメッセージが来るんだけど、ただ竜のようにとても強くなってるっていうのが見える。あなたの心のバランスを保つのはあなたが大切にしている存在、この方がキーマンだよっていうメッセージ来るね。あなたを壊した人がもうほぼ眼中にないぐらいのすごく強い力を感じます。問診だね。ここからもやはりね、立ち上る力を感じる。超然的な力っていうよりは、やはりあなたが編み上げるイデオロギーなのかな。あなたから発する生身の人間が発してるそのエネジーが編み上げられて竜神化してるのかな。そのパワーにあなたは守られてるんだよ。だからこのお相手さんとの格闘の中でものすごい強い力を身につけちゃったんだろうね。ただやっぱりね、注意しなきゃいけないのは、のめり込みすぎるとあなた自身が爬虫類化しちゃうよっていうのが見える。お相手さんはあなたの怨念にね頭食いちぎられちゃうっていうのは見えるんだけど、そこまでやるとあなたはもう来世は畜生道ではないな、おそらくパラレルワールド、別の次元の別の惑星、人間ではない存在になってしまうんじゃないかな。まあこんな惑星に未練はないわって言うんだったらそれでいいかもしれない。あなただってとても苦しんだんだし、苦しみの中でね、こんなとても怖いドラゴンを編み上げてしまった。その竜にあなた自身がね、あなた自身がその竜になってしまう。やがて爬虫類化していくっていうのが見える。もし本当ライスはもう地球に戻ってきたくないんだったら、いいんじゃないかな。心ゆくまで竜になりなさい。もし地球に戻りたいんだったらね、あなたが大切にしている存在をエンジェルだと思ったらいい。この大切な存在がこの地球という星の磁場となって、またあなたをこの星に引き寄せてくれるよとメッセージが来る。あなたは自分の思い、自分の念を自在に操る。そして実際の影響力を持ったね、
クリーチャーとして存在させうるだけの力を持っている。また人間界に戻ってきてやり直したいんだったら、そんなストーリーをご自身で編み上げてみてもいいんじゃないかな。少し期待しすぎたのかもしれないね。その期待がね、お相手さんにとっては重かったよっていうメッセージが来る。ただことごとくあなたを傷つけてね、壊した理由にはならないね。あなたを求めたと思う。求めたいときは。ただ肝心なところで向き合おうとしなかったよってメッセージが来るね。もう自分がキャパオーバーだよっていうところ、自分の器のなさ、弱さを見抜かれたくなかったっていうメッセージが来る。だけどあなたを失いたくはない。これは大アルカナの女帝だと思うけど、ちょっと怖い感じがするよね。あなた相当生きりを飛ばしたんじゃないかな。あるところでバリアを張ってあなたを自分の世界に踏み込ませようとしないこの人に対して。だからもうあなたはね、何千体何万体という生き量をね、この方に送ったよっていうのが出てくる。あなた自身がちょっと生き量を送りすぎて、自分自身が生き量のようになってしまってるんじゃない。亡霊化しちゃってる部分、現世感覚を少し失ってしまってるよって。お相手さんからも絞り取りすぎたかもしれないし、自分自身も絞り取られすぎた。愛してるっていうのが分かってるだけに、なおのこと許せないっていう気持ちがあるかもしれない。ふと、あれ、私ちょっと別の次元に行っちゃってるんじゃないって思うことがあるんじゃない。ふーっと、あれ、パラレルワールドに引き寄せられてるんじゃないかなって、私現世にいるのかなって。肉体が悲鳴を上げてるっていうのが見えるね。夜のね、深夜のね、3時33分に合わせ鏡をして9番目の自分を信じなさいってメッセージが来たよ。それが本当のあなただよって、思い出しなさいって。あなたを壊したんだから、この恩敵を壊してやる権利は私にあるんだって。道理で言えばそうかもしれない。ただのめり込みすぎるとやばい。もうね、
お相手さんはね、あなたの怨念で、この方の肉体はね、魂が滅んで形骸化してるって。肉体は魂の器なんだよ。魂がなくなっちゃったら、その器である肉体は意義を失ってしまうの。もう彼はね、出会った頃の彼でも、そしてあなたに意地悪をした頃の彼でもない。もう全く別人になっちゃってるよって。安酒に溺れてね、喉を枯らしたファシストの残党のように、ビー玉のような空虚な目でね、時代の悪多をぼーっと眺めてるって。あなたとの成就の後にほてった体にのぼせてるようにも見える。相当壊れてるよ。もうね、この人は終わった。もうこれ以上ね、あなたの魂の分身をこの人に飛ばす必要はないかな。ずいぶん絞られ、そして絞ったとメッセージが来ます。だけどやっぱり求めちゃうのかな。今も関係があるかもしれないよね。とても相性がいいのかもしれない。この相性というのは夜の相性だよ。その都度、メンタルが乱れる、かき乱される。またあなたの魂が飛んでっちゃうんだろうね、お相手さんとこに。お相手さんももうボロボロよ。愛の鉄人レースみたいになっちゃってんじゃないの。どっちがぶっ倒れるかみたいに。トライアスロン。絞り絞られの状態。肉体はただオートマティックに動くだけ。抜け殻みたいになっちゃってんじゃないの。ひょっとすればお相手さんもあなたにとんでもない量の生き量を飛ばしてるかもしれないよね。その影響を受けてあなたが亡霊のようになってるのかもしれない。鏡見るんだったらね、朝の日差しが差し込む時間帯に見るといいかもしれないね。本当はピュアなのよ。そのピュアさが戻ってこれば、全てのいきさつ、自分に起こったことを受け入れて、受け入れた自分が鏡に映ってるよってメッセージが来る。結構泥沼なんじゃないかな、愛の泥沼。石神様来たね。女のパワー強いね、やっぱりね。やっぱりね、しっかり足を下ろしなさいだね。地に足をつけて、物質的な力、自分の肉体面の強化、ちょっとね、霊性が先走りすぎてる。霊魂が飛びまくっちゃってて、念が。で、あなたに負けないぐらいお相手さんも飛ばしてんのよ。だからお互いにもう、体だけがオートマティックに動いちゃってるような状態。これがだけどスタンダードな状態になっちゃったら大変だよ。本当に抜け殻になっちゃうんで、どんどん
時代感覚を失ってね、現世感覚を失って、時の大河の隅っこに生まれた小さな大流に浮かぶ悪態になっちゃうね。地球という母なる星の、石神様だからクリスタルというより、石だよね。やっぱり大地のパワーしっかりと感じて触れて、汚れた部分をデトックスすること。あなたの怨念はあなたを壊した人を壊すことができる。だけれども同じようにあなたをまだ壊そうとしている、離さまいとしている。あなたが壊れた状態であればあなたとつながることができるから。ダークゾーンでね。このまま行くと共倒れになる。自分の素足で地球を踏みしめてね、本当の自分に立ち返るとき、母なる地球がそう言ってます。ここは現世です。ここは人間界です。さあしっかり自分の足で大地を踏みしめてくださいって石神様がおっしゃってます。あなたをいじめていじめていじめ抜いたんだろうね。もう訳なんてないの。ただあなたが優しいから。優しさを弱さと錯覚した落ち度があなたにあるかもしれないけど、ひどいよね。一番大きなトライアングルの終わりからあなたが始まってるよと。だけれどもあなたが強いのはしっかりとご自身の中に反抗するエネジーをちゃんとしたためているところ。ただおそらく内に秘めたんじゃないかなっていうメッセージが見えるね。いっぱいいっぱいまで来ちゃったっていう気持ちはすごくあるんだよね。この野郎倒してやろう、討伐してやろうっていうね、戦う意志はあるんだけど、それを全部ね自分の中に溜め込んだよって。幼い頃から叩き込まれたかもしれないよね。否定のメッセージを全部ねご自身に向けてしまってる。相手に向けるべき怨念がご自身の中に充満している状態だけど、当然受け止めきれなくなっちゃうね。キャパオーバーになっちゃって。ただね、一つ安心していいのは、あなたを不当にねいじめ、そして壊したお相手さんは地獄に落ちます。もうね、何もしなくても自ら進んで魔道へ吸い込まれていくよってメッセージ来るよ。あなたはね、終わりから始まった人。ひょっとすればその力があるのかもしれない。お相手さんをね、そんな同然 Go to Hell の
ロードへと導くだけの力があるのかもしれない。改心も後世もなくね、宇宙のダークサイドに還元されちゃって、極上の恐怖と不穏の半永久的なマターに苦悶しわめき続けるよってメッセージが来る。あなたが導いてるかもしれないね。ただあなたも肉体的には結構いっぱいいっぱいだから、自分の中に溜め込んだ陰のエネルギーを放出する必要がある。でないとその地獄から手を伸ばしてきてね、あなたの足首掴んで離さないよって叫んでるよ。お子さんかひょっとすれば自分より若い恋人に希望を見出してるかもしれない。その方の関係性を大切にすることだね。でね、ひょっとすればあなたはいつか仏門を叩く人かもしれない。もうここまで溜め込んでるんだったら、もういっそ仏門叩くぐらいじゃないと発散できないかもしれない。それぐらいのね、終わりから始まった、力にね、満ち満ちてる。おそらく今でも、そしてこれからも体は悲鳴を上げてるのに、そしらぬ顔で、何食わぬ顔でいるだけの力はあるんじゃないかな。もう体は悲鳴を上げてんだよ。だけどそれが癖になっちゃって、否定的なメッセージを全部自分の中に溜め込むことが癖になっちゃってるから。だからそこにいとどまると、地獄から手が伸びてくるだろうね。あなたの足を掴んで離さない。あなたは道連れだって。そのことに焦りがあるんだったら、今が変わる時じゃないかな。辛い経験だったとは思うけど、学んだことも多いと思うんだよね。それらを前向きなことに駆使する時なんじゃないかなと思う。突破心来たね。あなたが今まで溜め込んできた否定的なメッセージ、もう捨て去りなさいだね。もう十分戦ってきたんですよ、今まで。本当にもう生きてるのが不思議なぐらい。そんじょそこらの人だったらもう倒れてるよ。もう本当によく頑張ったの。だからね、過去の自分を脱ぎ捨てる時なんじゃないかな。この突破心っていうのは次元突破だよ。地獄なんか冗談じゃないね。地獄の道連れってあなたを引きずり込もうとする御敵なんか蹴散らしなさい。悲観主義やね、大敗主義にのぼせちゃダメ。陰性のエネルギーに、エネルギーが充満した世界に自分を置いちゃダメ。そこはある種の力に満ちてるとは思うけど、もうそこでの処世っていうのはもうそれ以上やる必要はない。もうあなたがやることではない。次元突破してください。地獄なんて冗談じゃありません。